はい、ババンババンバンババビバビバビバババンババンバンバビバンババンババンバンバビバビバビバババンババンバはい、ビバノのはい、ふじこさんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、あ、ちっちゃったよ、また。で、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、こちらですね。カリカリを座布団にするからな、あいつな。人間だとちょっと考えられない感覚だけどな。固定概念をぶっ壊してくれる存在がな。間近にいると、いろいろと勉強になるぞ。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と食べるのが一緒に、乾杯しようと思いますので、お付き合い出てきたよ。よろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。ジャスティース。今日は塩入りの白湯。しょっぱい。ちょっと塩多かったの。こんな塩いっぱい入れたつもりじゃなかったんだけど、なんか今日はしょっぱく感じる。あ、そうか。外食したから、あれか塩分足りてるから、今日は塩入れなくてよかった日かな。やっちまったな。カニタさん、ジャスティース。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。もうそうは、本日もお付き合い
よろしくお願いいたします。ね、だからうっすら寒いんです。うっすら寒いんで、ちょっと手を温めたくてね、今日も、早くジャスティスがしたい感じだったけど、しょっぱいな。で、にゃんこは見切れてて、映ってないな。はい。でも意外とスペースあるのにな。なんで画面で見ると、なんかぐーちゃんが踏みそうな感じになってんだろうな。ね、今日もカリカリ、全然今日もカリカリというかさ、まあ朝出かけたんでね、で、足してったわけよね。でもまあ帰ってくるのもさ、まあ早いからね、夕飯時には帰ってくるからさ、と思って、だからまあお昼の分ちょっと足して帰ってきたみたいな感じなんだよね。で、昨日それでさ、亡くなるまであげないでいたら、なんかね、虐待みたいな感じになってさ、だから夜中にね、夜中に魔女が騒ぎ始めて、あ、もしかしてお腹が空いてイライラしてんのかな、これ、と思ってさ。でね、食べないカリカリだけどさ、もうそれしかないからさ、と思ってあげたんだよね。そしたらさ、みんなして食べてるから、お腹空いてたんかいと思ってさ、そんなのもあったんで、今日はさ、まあ残っちゃいるけどね、足して夕飯あげたわけよね。言ったらさ、もう全然やっぱりさ、手つかずで残ってんじゃんかっていうね。今日もそんな感じで、そんな感じですよ。ね。状態でございます。で、あとは何の話したらいいんだ。あとは今日は、まあね、中華街をうろつくっていうツアーだったんだけども、まあ、集合場所が朝っぱらから東京のね、火事橋っていう、場所が集合だったのでね、そこに行かなきゃならんので、いつものね、バスツアーのように、やや早めっていうのかな、に、なんか出かけるみたいな感じだったので、今日は農協には行きませんでしたよって感じ。で、なんか今日はね、道路混んでたらしいんだよね。なんか6月にはね、3月が、決算なんだっけ、なんか1年間の締めかなんかの月みたいなんだよね。で、15日で五十日、15日だっけね、五十日で、しかも金曜日っていうので、なんか重なって、なんか道路が混んでてみたいな話だったんだよね。で、まあ自分は今日は完璧に迷うこともなく、時間にね、間に合うように、その東京駅のさ、火事橋には着いたもののさ、バスっていうのかな、なんかね、それらしい関係のものがね、一切何もなくてね、あれ、もしかして集合場所間違えたかなとかさ、すっげえヒヤヒヤしてさ、ヒヤヒヤして、で、メール見直してもさ、いや、やっぱり火事橋って書いてあるなって、あれ、日にち間違えたもしかしてとかさ、なんかいろいろヒヤヒヤしながらさ、なんかよし、今日は完璧と思ってたのに、ダメじゃんって思ってね、ヒヤヒヤしながら待ってたんだけど、どうやら今日は道路混んでたっていうことでね、なんか遅れて到着したみたいなんだよね。で、ほら、ハトバスだったらさ、黄色いね、ハトバスが来るからさ、まあわかるんだけど、そうじゃないからね。あとはまあ HIS だったら、青い HIS のバスが来るから、まあわかるんだけどさ、クラブツーリズムってそうじゃないからさ、なんか違うの来るからさ、わかんないんだよね。なので、もう行っちゃってんのかなとかさ、みんななんかね、なんかわかんないバスあそこにあるけど、あれに集合してんのかなとかさ、なんかいろいろ考えたけれどもね、結局遅れてるだけだったよっていう感じなので、だから帰りもね、遅れたのかな、どんぐらいだろう、30分ぐらい遅れたのかな。で、到着したみたいな感じでね。
だからまあ結局ちょっとは遅くなりましたが、でも全然カリカリ残ってるしさ、やっぱ残ってんじゃんみたいなね。そんな感じでした。で、あとは今日出かけた話をするしか、私の話のネタはないんだけれども、いくちゃかいな。くっついてんのかい、今日もな。で、今日は中華街に行って、まずはね、食べ放題で、たださ、そうやってさ、集合時間がさ、やたら早いから、別にどっか遠くに行くわけでもないのにさ、まあね、遠くに行くときよりは若干遅いけど、若干遅いけどさ、中華街なんてさ、たかが知れてるっていうの、距離的にさ、にしては随分ね、食べ放題する時間にしてはさ、早くねっていう時間にさ、集合するわけよ。そしたらさ、案の定早く着いてな、今日は道路が混んでるからとか言いながらさ、やっぱり着くのが早くて、そりゃそうだろうな。そりゃそうだろうよっていう時間に着いてな。で、じゃあ、まずは、その中華街散策して、で、お店がオープンしたら、食べ放題して、で、食べ放題が90分なので、それ終わったら、残りの時間、また中華街散策して、で、集合の時間、まあ2時前ぐらいね、に、バスに集合ね、みたいな感じなんだけどさ。みんなその中華街で時間持て余したみたいで、なんかね、大変だったみたい、時間潰すのが。なんかね、もう早めに着いちゃったんでさ、最初にさ、中華街散策ね、みたいな、ちょっと時間があるので、その間だけみたいな話だったんだけど、で地図で見るとすごい長いのかなっていうふうに思うんだけどさ、中華街がさ、いや、でもちょっと早く着いちゃったから、まあ少し散策してくださいみたいな、その時間で行って帰って往復できちゃったわけよね。だからもう全部見たんで、もう全部見たんでな。で、それもしかもさ、ゆっくりちんたら歩ってて、で、適当なところで帰ろうかなと思ったんだけどさ、なんかね、ちゃんと一周してたんだよね、いつの間にかね。いや、なんだと思ってね、もう全部見ちゃったじゃんと思ってさ。で、その後お店行って、で、食べて、で、1時間半ね、早いよな、短いよなと思ったんだけど、自分で取りに行くスタイルじゃなかったのね。なんかオーダーして持ってきてもらうっていう感じなので、だからまあオーダーする手間はまああるっちゃあるんだけど、あとは自分が座って食べ続けてる間に料理は出てくるみたいなタイプだったんでね。だから思ったよりは90分がそんなに短くはなかったかなっていう感じなのでね、十分まあ堪能できたんだけど、食べ放題はさ。ただその後残りの時間がね、何分だ、80分かなんかあったのかな。なんか長いんだよね。80分、そうだよな。1時間以上あったから、そうだと思う。80分ぐらいあったと思う。もう見ちゃったところ80分時間あるからさ、どうすんのみたいな感じで、みんなそこが長かったみたいな話をね、なんかしてたのが、その中でな。残ってますなね。残ってるよな。鰹節かけても、まるで残ってんじゃんかな。これまた朝まで残ってるパターンかな。それで、どうやらね、猫のご飯の話をしてるっぽいよっていうね、声が聞こえてきたんでさ、そば耳を立ててっていうのを聞いてたんだけど、どうやらやっぱりね、にゃんこね、カリカリ、出した時はね、食いつくらしいんだよね。で、残ってるやつはかたくなに食べないんだって。で、違う、これじゃないっていうのでね、いくら、なんか工夫しても絶対食べなくて、で、新しく出したやつは食べるんだって。だから、どうも違うらしいよって話をしてて、だからみんなしょうがないから、なんかね、あげて食べないやつは食べないんで、捨てて、で、新しいのをあげるっていう話をしててさ、お偉いな。
偉いな、そうなんだと思って、もうね、私は頑くなに食べてくれるまでずっと同じご飯を出しといてな。食べないんだったら、新しいのは出さないからっていうスタンスでいたけど、あ、違うのかと思って。よそっちは違うのかと思ってさ、ああ、そりゃ虐待って言われてもしょうがないかってね、今日は思った出来事でございましたな。てんたまさん、路線バスならまだしも、ツアーバスが遅れるとヒヤヒヤですね。そうそうそうね。もう全然さ、わかんないのよね。だから、そこにさ、誰かね、関係者がいてくれて、なんかね、遅れてますからとかさ、あとはなんか張り紙でね、バスが遅れてるらしいですみたいなさ、なんか貼ってあるとかだったらいいんだけどさ、もうそういう情報も何もないし、で、集まってる人たちが、まあ、おそらく同じツアーなんだろうねとは思うけどさ、まだほら、ツアー始まってないからさ、シール貼ってないじゃんか、みんな。だからわかんないわけよ。で、その、梶橋駐車場っていうのはさ、高速バスのね、駐車場、バスタみたいなもんだからさ、ね、だから、他のツアー客っていうのもいるんで、なんかそれかもしらないと思うとさ、なんかわかんなくて、ヒヤヒヤもんだったね。りょうしーさん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、今までのご飯には飽きて、新しい味を求めてるんですかね。まあね、それだったらほら、種類変えればっていうのがあるんで、確かにね、それはあるんだよね。なんかしばらくね、2、3日あげると飽きちゃって。でね、前にあげてたやつ、なんか違う種類のになれば、またね、食べるみたいのはあるんで、まあそれなら話もわかるんだけど、なんかそうじゃなくてね、なんか同じやつなんだけど、出したては食べるんだって。で、もう時間が経ったやつは、これ違う。これ違いますからって、もうかったくなに食べないんだって、確かにそうなんだよね。今までの子もみんなそうだったんでさ、猫っていうのはそういうもんなんでさ、で、動物病院にね、相談したことがあるんだよね。いや、もうね、食べなくってっていうふうにどうしたらいいんですかねって言ったら、食べるまでね、我慢してくださいって言われて、いや、でもなんか、明らかに痩せてきちゃって、ね、心配になっちゃうんだけどって、心配しなくていいですから、大丈夫ですから、あげないでくださいっつって。だから根性比べみたいなこと言われたかな。で、負けないでくださいっていうふうに言われて、ああ、そういうもんなんですね、みたいな感じ、そういうもんですって言われて、あ、そっかと思って。まあ、それでそんなスタンスなんだけどさ、あ、違うのかと思って、よそんちではちゃんとね、捨てて、で、食べたいって言ったら、でもうすぐあげるんだって。もう常に、ご飯はあげれる状態にしてるらしいんだよね。いや、そうかと思って。それと比べたら、うちは虐待かもしれないってちょっとその話を聞きながら思ってしまった。てんたまさん、よしーさんこんばんは。よしーさん、てんたまさんこんばんは。よしーさん、最近の猫は贅沢なのかも。私は子供の頃は、猫にご飯と鰹節を混ぜて、おじや風にして、食べさせてましたね。そっちのが食べてくれるんだったら、もうそれでいいやとは思うんだけど、ただご飯な、私が全部さ、食べちゃう。これどうしたらいいんだろうね。ご飯あると私、全部食べちゃうんだよね。猫の分が残らないのが問題だな。ねえ、にゃこさん、何作ってやってもさ、食べないから
さ、そこなんだよな。大樹さん。藤子さん、皆様、こんばんは。暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。たまさん、大樹さん、こんばんは。ね、そうで、今日その話が聞こえてきた最初が、最近はあれでしょ、猫まんまなんて食べないんでしょみたいな話が聞こえてきて、でね、もしかして猫のご飯の話をしてるのかなと思って、で、その話にね、そば耳を立ててっていうんだっけ、聞いていたら、そんな話だったんだよね。ね、もうだからさ、添加物のこと考えるとね、なんかもうその猫ママの方がいいんじゃないのって思うんだけどさ、だからどうなんだろうな。手作りご飯、片っ端から食べてくれないんで、そこがなっていう感じ。今度揚げてみるかな、普通にな。そっか、ご飯と鰹節を混ぜて、お湯かけんのかな、違うのかな、ご飯と鰹節を混ぜたおかかご飯みたいなものあげるのかな。ヨッシーさん、喜んで食べていた記憶があります。いいな、可愛らしいな。可愛らしいな。うちの子たちはな、もうほんと手作りご飯はさ、これならどうだ、これならどうだといろいろ工夫していっときな、毎日のようにさ、格闘しながらあげていたけれども、まあ、何してやっても食べないから、もうわかった。私はもうあんたたちのために手作りご飯はやらん。カリカリだけ食っとけと思ったんだけどな。思ったんだけど、カリカリも食ってくれないんでね。じゃあどうしたらいいのみたいなね。猫に翻弄されていますよ。てんたまさん、近所の野良猫とか、猫まんまなんて喜んで食べてたイメージ。そうなのね。じゃあ、それ食べんのかな。うちのおばあちゃんはほら、ご飯に味噌汁かけて、で、それをあげてたんだよね。ただなんかね、ほら、ご飯もさ、味噌汁もさ、猫にとったら、いらない栄養って思ったんで、ね、それはどうかなっていうふうに思ったんだけど、吉井さん。鍋でご飯と鰹節を水を入れて、醤油で味付けするのか。味付けするんだったら別に味噌汁でもいいかっていう感じだよな。じゃあ、あれか、やっぱり味がしないと食べないのか。鰹節だけじゃ食べないのかな。ご飯と鰹節と水菜で、食べなかったら醤油で味付けしてみるかっていう感じか。てんたまさん、ヨッシーさん、それ美味しそうね。それ私が多分普通に食べる。私が普通にそれ食べると思うんだよね。で、今日はさ、その中華街のさ、食べ放題ね。食べ放題がさ、持ってきてくれるやつなんだけどさ、一皿がね、なんか一人前っていう感じなんでさ、食べ放題って言われてもさ、そんないろいろ食べれないわけよ。で、だから、一人客の人は、シェアし合ってね、食べるとか、なんか工夫して上手に、なんかうまいことやってくださいみたいに言われて、で、私が、男性と、二人だったんだよね。で、私は撮影に時間かかるから最初はレディーファーストみたいな感じでね、好きなものを頼んでくださいなんてふうに言われたんだけど、いや、私、撮影に時間かかるんで、好きなものを注文してくださいって言って、注文してもらったんだけどな。でも、違う。もう残していいやっていう思いでな、自分の好きなものを注文すればよかったかなってね、今頃になってちょっと思った。
どうせ残るんだったらさ、どうせ残っちゃうんだったら、もう残してもいいやっていうのでね、じゃあもう自分の好きなもの注文しようっていうので、好きなだけ注文すりゃよかったってね、今頃になって、ああってちょっと思ったって感じね。そうで、ご飯な、そうそう、だから男性に注文をさ、任せたもんだからさ、なんか普通にね、日高屋とかで食べれるようなものばっかり注文するわけよ。なので、私は白いご飯が食べたくなっちゃってさ、で、ご飯なんかありますかねって風に聞いたら、最初聞いた人は、ご飯はないって言われて、あ、ないのかって。ご飯ないんだと思ったら、なんか他の店員さんが、あ、ご飯、小ライスがありますよっていうふうに言われたんで、あ、じゃあ、それくださいって言って、で、ご飯でね、おかずを食べていたんだけれども、なんか私がよっぽどお腹が空いてて、で、ご飯がないと足りないみたいな人だと思ったみたいで、で、お粥とか、なんかね、他にもご飯ものいっぱいありますよとか言われて、あ、いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、白いご飯が欲しくなっちゃって、味が濃いんでっつって言ったら、ああ、確かにそうかもしれないですねって言われてな、みたいな感じで、今日も中華街に行って、食べ放題だっちゅうのに、白いご飯で、私は食事をしておりましたっていうね。もう、なんだ、生粋の生粋のご飯好きだよ。どうしてくれる？こんばんは、こんばんは。ね、喜んで食べてた。ね、ヨッシーさん、鍋読んだ。ヨッシーさん、それ美味しそう。ヨッシーさん、たまに魚の残りをご飯に混ぜると、大喜びでがっついて食べます。あ、いい子だな。いい子だな。魚茹でてやってね、ほぐしてやって、あげても食べないんでさ、なんなのよって感じだったよな。ただ、猫はなんか生肉を食べるね、そもそもはネズミとか捕まえてね、生の肉を食べる動物だから、そう考えるとね、そりゃ確かに火をかけたものは食べないかもしれないっていうふうに思ったんで、じゃあ魚でもね、なんでもさ、まあ、火にかけないであげた方のが食べるのかねっていう感じなので、さよりさわらさわらか。さわらは食べたんだよね。だから今まで赤身の魚とかさ、あげてみて食べないなと思ってさ。で、さわらがちょっと安かった時に試しに買ってみてさ、散々今まで魚食べてくれなかったから、これもどうかなと思ったんだけど、さわらはね、抹茶が、何気に喜んでというか、最初は食べなかったんだよ。だから気づいたらなくなってたんだよね。で、マチャがペロペロしてたなっていう姿は見たんで、あ、マチャが全部食べたんだって思ったんだけど、ただまあ食べるのもさ、そうやって一匹だけ、なんかね、玄米ご飯はゆりちゃんだけが食べるとかさ、なんかそんな感じで全員が全員食べてくれないのがさ、もうなんていう感じね。サワラは食べたかな。で、最初は生で揚げたのかな。で、残ったのは茹でてあげたのかなっていう感じだったかな。まあ、結局どっちも食べたけど、で、最初食べなかったのは、おそらく多分ね、冷たかったんじゃないのかなって思うんだよ。ね、自然だったらそんなさ、冷蔵庫で冷やしたヒヤヒヤの魚を食べるっていうこともないわけだからさ。だから多分ね、なんだっけ、常温になってからようやくね、食べたらうまかったみたいな感じで、で、平らげたのかなって思うんだよね。美味しそう。と、混ぜ飯も美味しいですよね。そこだったっけ。
ヨッシーさん、自分が飼っていた猫は外で自由に動いてましたから、藤川さんの猫は運動不足かもですね。あ、そうそうそうね。だから便秘なのは多分さ、運動不足だからっていうのもあるんじゃないのかなと思ってね。まあ、そもそも食べてないから、出るだけの量食べてないんでね。で、まあ、便秘なのかなと思うんだけど、まあ、運動不足で多分ね、出ないんじゃないかと思って。で、この前、ゆりたんがさ、夜中にな、あの、うんちが出ないみたいで騒いでたんでさ、夜中なんだけどさ、レーザーポインターで遊んであげたわけよね。で、もうみんなワクワクでさ、もうさ、起きてきちゃってさ、そう、こいつら夜行性だったと思って。夜行性だったと思ってな。ワクワクでもうみんな起きてきちゃってさ。で、ゆりたんを運動させたくて始めたのにさ、そんなみんながワクワクしてる姿見てさ、ゆりちゃんは冷静になっちゃってさ、ポカーンとして見てるからさ、ダメだこれじゃと思って。結局ダメじゃんかと思ってね、私は寝たいんですけどっていうので、結局適当なとこで切り上げて、寝ましたみたいなことがあったけどな、もう明らかに運動不足っていうのは、あると思いますね。だからもうちょっと本当は遊んであげなきゃいけないんだけどっていうね、ところがありますよ。ねえ、てんたまさん、まあ、中華に白ご飯合いますからね、そうだろ。だから普段うちで食事してるときは、ご飯級のおかず1みたいなさ、そんな生活してるわけじゃんか。なのに今日さ、ご飯ゼロのおかず10だからさ、いや、ちょっと罪悪感みたいな感じでね、ついどうしても、白いご飯欲しいなって思いながら食べてたんでね、注文してしまいましたな。もしさん、朝、昼、夜ではなく、一日一食の時とか、不定期にあげてました。あね、そう。だから別に必要じゃないから食べないんだろうなと思ってるんでさ、そんな気にしてなかったんだよね。まあ気にしてなかったけれどもさ、まあ確かに痩せてるのは気になってるんだよ。痩せてるのは気になってんだけど、ただまあね、本当に必要だったら食べると思うからさ、だから必要ないから食べないんだろうと思って、だからあんまり気にしてなかったんだけどな。まあ虐待って言われるとさ、根に持ってんな。ねえ、そうなのかしらと思っちゃうじゃん。てんたまさん、有り余るおかずに罪悪感。そうそうそう。有り余るおかずに罪悪感でさ。で、ほら、前はさ、もう残しちゃったやつもったいないからさ、持って帰っていいかって聞いたらさ、その食中毒とかさ、なんだっけ、責任問題になるから、持って帰っちゃダメだっていうのがさ、一時期あったけど、なんか最近また SDGs がなんちゃらかんたらでさ、またね、残したやつは持って帰ってもいいことになったじゃんか。だからね、残っちゃったやつもったいないからね、一応まあ聞くだけ聞いてみますっつってさ、残っちゃったやつ持って帰ってもいいですかって聞いたら、ダメダメダメ。なんかね、日本人なのか中国人なのか、どっちなのかわかんない感じの人でね、ダメダメダメって、なんか、残っちゃったやつっていうふうに言ったら、いいよ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 。もったいないから持って帰ることできますか？ダメ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 。ダメか。もうそう言われると、そんな3回も4回も言われると、ダメなんだなって感じで、そうっすか感じでね、諦めたけどさ、で、だからそれまでずっとさ、お客さん来なかったからね、お客さんじゃない、店員さん来なかったからさ、だからもう勝手に自分でね、袋に詰めて、持って帰っちゃえばよかったと思って。後からね、もうなんか聞かずに勝手に詰めちゃって、で、まあ、もしそれ咎められた時には、なんとかその時には考えるっていうことにして、
今後はもうね、自分の、判断で、もう勝手に持って帰ることにしようと、今日は思った。だからまださ、ほら、自分が注文したもので残っちゃった場合には、持って帰ってもいいかなと思うんだけどさ、今日みたいなそういう食べ放題で残っちゃったものね。で、大概はほら、バイキング式だからさ、まあ、これぐらいなら食べれるかしらっていう量でね、あの、なんだ、取ってくるっていうさ、調節することができるけどさ、まあ今日の人はね、自分がもっと食べれるかなって思って、なんか注文したみたいなんだよね。ところが意外と、ああ、なんだ、食べれなかったみたいな、なんかそんな感じだったみたいでさ。なんか一人前分っていうのかな。なんか結構3皿分っていうのかな。残っちゃった感じだったんだよね。なので、もったいないなと思って。で、まだほら、野菜だったらまだしもさ、肉料理が多いわけじゃんか。で、そういうのが残っちゃって、ただまあ肉は好きみたいでさ、結構お茶ん食べたんだけど、だから残ってる肉の量的には、まあね、全体頼んだ割には、そんなに多くはなかったんだけど、だから肉も残っちゃっているからさ、肉はちょっと申し訳ない気がするんで、ね、だからそれは持って帰ってあげたいんだけどって思うんだけど、まあ、ダメ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 って言われたから、あ、じゃあダメなんだなと思ってね。だからもう今後は勝手に持って帰ることにするわと思ってさ。有り余るおかず。天玉さん、雑な断り方ですね。そうそうそうね。対応してくれてた、女性のスタッフの人は、全然いい感じの人だったんだけどさ。だからシェアするのにね、お箸とかありますかねって聞いたら、あ、そうよね、分けて食べてるのね、みたいな感じで、なんか、あ、じゃあいるわね、みたいな感じでね、持ってきてくれたりとか、あとなんかね、ワンタンスープをそういえば頼んでたな。その時に、あ、お椀いるかしらね、みたいな感じでさ、なんか自分からね、気を利かして、なんか持ってきてくれたりとかしてて、だから、その対応してくれてた女性のね、店員の人は良かったんだけど、どうもなんだ、場を仕切ってるのか、なんだかわかんないけどさ、最初に何名ですかはい、こっち、みたいなさ、なんだ、テーブルに、案内するおっちゃんが、そういう感じの人でな。なんか、あっていう感じで。だから、もし他の女性の店員に聞いたら、ちょっとは違ったのかもしれないんだけど、あ、ごめんなさい、ちょっと持ち帰りはってね、まあ言われんのかもしれないとは思いつつさ、そんな言われ方すると思わなくてさ、あ、そっか、ダメなのかってね、思いましたよっていう感じ。ーっ吉井さん、チュールなんてない時代ですね。食事も猫が帰ってきた時にタイミングが合えば与えてました。あ、そうだよね。だから、なんだ、にゃんこ、おばあちゃんが世話してたにゃんこたちも、私がまあ子供の時に見てる感じでも、その残りがあった時に、なんかあげてるみたいな印象があったんだよね。だから、野良猫に残りを、やってるのかなと思って、だから、ばあちゃんの猫だとは思ってなかったわけ。近所のね、野良猫に、うちの残飯を、やってるんだろうと思ってたんだよね。そしたら、どうやらそうじゃなくて、ばあちゃんは猫好きで、で、その猫たちはばあちゃんが、飼ってる、世話してる猫だったらしいんだよね。で、あげてたらしいから。ってことは、残飯ではなくて、あれは猫用のご飯だったのかとかさ、なんかね、いろいろのかなとかね、わかんなかったけどね、そんな感じだったな。ねえ、てんたまさん、藤子さん、忙しいやね。もう今日さ、3回ぐらいもうさ、帰ってきてからだよ。帰ってきてからこの数時間の間にさ、
ゆりたんに何回もさ、ここにさ、おしっこされちゃって、でさ、今日まださ、おねしょシーツをさ、ここにさ、敷いてないわけよ。でもさ、なんかすげえ吸い込んじゃって。ねえ、だからそろそろこのこたつ布団もね、いらなくなる季節かなと思って、そろそろ洗えるかなと。まあちょっと期待はしつつっていうね。ただこたつ布団がなかったら、今度はどうなるんだろうかってね。そうで、昨日さ、気になってたあっちにさ、電池を充電するのにさ、電池を置いてるところがあるんだけど、まあそこにね、滑らないようにさ、にゃんこのリンゴベッドのもう使わなくなった底の部分っていうのかな。それをさ、敷いてたわけよね。で、ゆりたんがさ、最近そこに入るんでさ、なんでそこに入るのなんでそこに入るんだっていうふうに思ったんだけどさ、リンゴベッドは使わないくせにさ。そしたら今日な、帰ってきたらさ、見事に、やられてて、今日の朝だったっけ、いや、帰ってきてからだったかな。見事におしっこをされててさ、あーやっぱりしてるじゃんかと思ってさ、怪しい動きしてんなと思ったらさ、やっぱりされててさ、みたいな感じでね、どんどん、ゆりたんのおしっこスペースが、もうね、家中に侵食されてって、もうどうしてくれよ。どうしてくれよっていう感じだよ。ね、エアコンは使えないしな。かわいいな。かわいらしいな。はい。えーっ天玉さん、ダメは動画に、収録されますか？いや、そこは撮影してなかった。そこはね、撮影してなかったんで、収録はされないな。残念でございますね。はい。あとは何だったかな。あとは、なんだっけ、もう50分か。タロットカードタイムにする。あとなんだっけ、あと赤レンガ行って、で、ね、赤レンガでも、やっぱり何分か、散策みたいな感じなんだけどさ。でさ、横浜って夏でもさ、海風があるんで、風が強いんだよね。でさ、まあ、寒い、ちょっと肌寒かったりとかするんで、上着持ってないとさ、なんか外ずっといると寒かったりするぐらいの場所なんでさ、散策って言われてもまだちょっとね、寒いよっていう感じでさ、でね、だからといって赤レンガの中はさ、ショッピングなんで、別に欲しいもんないから、なんか見るもんもないし、で、またそこもさ、食べ物屋さんっていう感じだからさ、で、若者がな、なんか映える食べ物に行列をなしてるわけよね。で、全然そんなものも食べたくないしさ。で、外はなんか今日犬のなんかね、イベントやってて、なんか今日、明日、明後日、なんか3日間、なんか犬のイベントをやってるっぽかったんだよね。最初なんかやたら犬いるなと思ってたわけよ。やたら犬いるけど、なんかこんなに犬がいるのはおかしいなと思ったんだよね。で、ショップでなんか売ってるなと思ったんだけど、見たらどうやらさ、犬のご飯みたいなんだよね。なんか犬のおもちゃとか。ってことはなんか犬のあれかイベントかと思ってさ。で、歩ってるうちにね、その案内が出てきたんで、なるほど、今日から3日間やるのか。犬が集結してるよと思ってさ。まあ犬ちょっと歩いてる分にはいいけど、あんなに犬いられてもさ、なんかアウェイなんかアウェイ感があるっていうの。猫だったら全然平気だけどさ、そんな犬いられてもなんかちょっと居心地悪いなっていうので、で、外は外で、まあ寒いし、ね、いるとこないし、だからといって中は中でまた寒くはないけど、いるとこないし。
もうどうしたらいいのみたいなね、感じで。で、次は移動して、えっと、なんだっけ、ハンマーヘッドっていうとこがあって、私はそれ知らなかったんだけどさ、まあ確か前は別になんてなことのないとこだったと思うんだよね。そんなショップとかそういうおしゃれなね、なんかデートスポット的なものではなくて、何かしらの建物ではあったと思うんだけどさ、なんか、いつの間にかこんな風になったんだなって思って、で、そこをまた散策って、もうずっと散策なので、もうさ、いるとこないんだよね、みたいな感じで。ただそっちの方のがまだね、赤レンガよりも人が少ない分、ちょっとマシだったかなっていう感じなんだけどさ、あとは行ったことないところだからね、どんなところなのかなっていうのもあったんで、まあ多少良かったけどっていう感じでね、なんか今日はもうただひたすらずっと時間潰すのどうするっていうさ、そんな一日だったな、みたいなね。で、最後に、桜木町から出てるゴンドラっつうんだっけなんかあるじゃんか。あれがさ、前、いちご狩り行った時にさ、帰りにさ、おーなんだこれって思ったのがあったんだけど、あ、何もしかしてこれに乗るのやったーと思って。やったーと思って。それに乗れると思ってなかったからさ、あ、乗れんだ、やったーと思って、こりゃ元取れたわと思ってさ、さすがにそれに乗れるんだったら元取れたと思ってね、今日来た甲斐があったよっていうのは、まあそれだったんだけど、ただまあ一人客はね、なんかだからなんだろうね、えっ、と、クラブツーリズムな。クラブツーリズムって、まあ、とにかく狭いところにさ、ぎゅうぎゅうに人詰めるよね、みたいな。なんかそんな印象だったけど、もうさ、今日もそのゴンダラね、まあ4人ぐらい乗れるかなっていうやつなんだけどさ、まあ1グループ1台みたいな感じ。ただね、一人の人はちょっと一人一台だとね、時間かかっちゃうんで、何人かで乗ってほしいんだけど、みたいな話だったんだけど、まあ、そのゴンドラの人が、4名でお願いできますでしょうかみたいな感じだったんで、まあ、しゃあないよな、みたいな感じでね。で、じゃあ、一人の人、前に来てくださいとか言われたんだけど、もうゴンドラ乗り場にさ、みんなさ、ずらっと並んでるわけよね。そっから前に来てくれとか、もうあんなまた狭いところでさ、みたいな感じなんだけど、みんな文句も言わずさ、あ、私一人です、みたいな感じで、はい、すいません、みたいな感じでさ、もうさ、人を押しのけてさ、みんなどんどん前に行くわけよ。あ、じゃあそうやって行かなきゃダメなのかと思ってしょうがないからさ、人を押しよけてね、前に出てったんだけど、なんか一人一人で参加してるんだけど、なんか二人で仲がいいから、なんか一緒にいたいみたいな人がいて、食べ放題の時もちょっとなんかね、ごちゃごちゃあったんだよね。多分その人だったのかなっていう感じなんだけどさ、なんか一人ですとかっていう割には、なんか離れたくないんですとか、だから二人でいればいいじゃん。だったら一人ですとかって行かないでさ、二人でいればいいじゃんっていうものに、いちいち一人ですって、でもここは別れたくないのって、なんか言ってる人たちがいてさ。で、それでね、なんか、じゃああなた、前行ってくれるみたいな感じで、まあね、私は一人だからさ、いいけど、みたいな感じでさ。で、前行って。で、結局その人と一緒で、前に言ってもらわなくてもよかったわね、なんて言ってね。まあでも、それのおかげで、ちょうどね、先頭に立てたんでさ、撮影してるじゃん。撮影する側としては、とても撮りやすくなったので、助かったよっていうね。今日も朝、今日とてもいいことが起きるってやったおかげでね、ああ、とてもいいことが起きたなと、ね、思いましたよ。
そんな昨日の動画ですが、めちゃくちゃバッドボタンがついててな。なんでこういう話するとね、めっちゃバッドボタンがつくんだろうっていうのが、よくわかんないよ。ダメ動画。てんたまさん、サービスで、狂撃とかやってほしいですよね。狂撃っていうのがあるのか。それは知らなかったな。よしさん、ツアーは食事席や乗り物など詰め込まれるのが嫌ですね。まあそうだね。だからまあそれが嫌なんだったらもうバスツアーは参加するなよっていうお知らせなんだろうな。そろそろもうバスツアーじゃなくなってきたんじゃねっていうお知らせなのかもしれないよね。まあそうは言ってもさ、あとね、3000円割引のね、券が2回分っていうのあるんでね。まあ何かしらのツアーに申し込んでからかなとは思ってんだけど、ただね、そのツアー、全部のツアーにその割引使えるのかと思ったら、そうじゃなくって、その割引が使えるツアーっていうのは決まってんのね。だから自分が参加したいツアーには使えないわけよ、その割引。なんだよ、その話は聞いてねえよと思ってさ。だったら申し込まなかったのに、これ話ちげえなと思って。んだよとかって思ってね。だからもう二度とクラブツーリズムのなんかな、うまい口車には乗せられねえぞと思ってな。またしてもやらかしたみたいなね、感じで。だからあと2つなんとか自分が気に入るツアーでね、そのクーポン使えるね、ツアーにね、申し込めたらいいなと思ってるところでございますよ。よしさん、ゆっくり食べられない早食いですけど、ゆっくり食べられない早食い。ね私はゆっくり食べたい。早く食べれないのでな、みんなお待たせして、申し訳ございませんっていう感じだよ。てんたまさん、狂撃とは中国の伝統芸能ですね。確かに言われてみれば、なんか中国の劇ね、なんかあったような気がすると思ったけど、狂撃っていうんだね。知らなかったね。そうで、まあ、久しぶりに、なんて言うんだろうな。中華料理を食べたけどさ、うちの母方のね、じいちゃんが中国好きでさ、だから、母親の実家に行くと、なんかほぼね、その中華街的な、なんか中国みたいな、そういう家だったんだよね。なので、なんかね、中華街に行くと懐かしい感じがするんだよね。なんか落ち着くっていうのかな、安心するっていうのかな。なんかそんな感じがあるんで、なんか久々になんかちょっとね、安心する感じではあったかな。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。中華街にはいつも竜が待っていて、欲しい。でも、竜が舞うのは春節の時だけだったんでね。まあ、舞うわけじゃないけどね。まあ、そこかしこに竜がいるんでな。だから、そうだ、辰年だし、いいねっていう感じでね、いろいろ装飾を見てましたよ。どこに竜がいるかしらみたいな感じでね。というわけで、この姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルにはね、この動画がいっぱいありますので、そ
そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。どうした？かわいいな。バイならー。